よっしゃー。ではね、ハズブロマーベルレジェンドミニコミックシリーズの紹介。最終回の今回は、ついに来ましたね。発表された時思わず声が出たアイテム。ダケンですよ。アキヒロくんですよ。ウルヴァリンの息子ね。もうめちゃくちゃ楽しみにしていた。そしてこちら、バンシー。ちょっと前にサイロックとガンビットとの3パック版が出ていたんですが、やっぱね、こっちの衣装の方が好みなんですよね。よし。ではね、中身の方すべて取り出していくぜ。まず、ショーン・キャシディ、バンシーから見ていこう。この人も60年代から存在していましたね。X メンで初登場。声帯から強力な音波、ソニックスクリームを放つ能力を持つミュータント。アイルランド出身の元インターポール。バンシーという名前なんですけど、なんやかんやでいろいろあって、ファクター3というヴィランチームに爆弾付きのヘッドギアをつけられて強制的に所属させられるんですけど、その時に与えられたコードネームがバンシー。さらになんやかんやで、プロフェッサー X、チャールズ・エグゼビアによってその爆弾を解除してもらい、その後 X メンに加入する。頭部を見てみましょう。造形的には冒頭に言った3パック版、あれと同じだと思いますね。自分それ所有していないので比較はできませんが、デジタルプリントの精度が安定して高く、めちゃくちゃ出来いいですね。この髪型、特にこのもみあげが時代感あっていい。口角が少し上がってはいるんですが、笑顔ではなくちょっと不機嫌に見える。真顔よりね、こういう表情ついてた方が遊びがいがあるので自分は好きですね。そしてバンシーといえばこの頭部がないと全くもって始まらない叫び顔ですね。先にも言った声からソニックスクリームという破壊力抜群の音波を発生する能力者なので、この叫び顔は必須。これも素晴らしい出来ですね。髪の毛が後ろになびいているのもいかにもソニックスクリームを発生しているよう。ソニックスクリーム、攻撃だけではなく音波の壁を作り出してシールドとして活用するあたり、なかなか汎用性がある能力のようだ。素体の方は当然何かの流用ではあると思うのですが、しかしコミックを再現するためこの襟は別パーツで接着してありますね。前腕部と背中下部、そしてすね横、翼を取り付けるジョイントパーツのための穴がうがってありますね。そのジョイントに翼とが糸で縫い付けられてあり、これよほど無理しない限り取れないですね。その翼の素材、これはなんて言うんだ、ナイロン生地で合ってるんでしょうかね。破れやすい安っぽい紙、またはファブリックとは違う、なんかワシャワシャした素材。このバンシー、超音波を使い中空でこの翼に風をはらませ高速で飛行。本体そのものの能力で飛ぶのではなく、あくまで超音波で飛行し滑空するあたり、実在するウィングスーツのようなこの翼が必要なんでしょうか。可動範囲、まずは頭部、上はここまで上がるので、さっきもやった飛行ポーズバッチリ再現できますね。うつむきこうで、襟が干渉するのでぐるりと一周はできないかな。傾きもほぼ取れないですね。肩バタフライ機構があってここまでいけて、横へはここまでいけて、この翼があるのでぐるりと一周はできないですね。二の腕バイセップスがあって、これも翼が干渉して一周はできないかな。肘ここまで二重で曲がって、手首はこのような可動。胴体後ろへはこうで、前はこうで、腰でぐるりと一周もこの翼が干渉してできない。股関節に引き出し機構はなしで、前はここまでいけて、後ろへはここまでいけて、股割りできて、ももにロール、膝が二重でここまでできて、ブーツでの可動ありますね。足首後ろへはこうで、前はこうで傾き取れて、つま先可動はなしですね。付属品いきましょう。バンシーに付属するミニコミックはこちら。ジャイアントサイズ X メン。今ではね、すっかりおなじみのナイトクローラーやストーム、そしてコロッサツなどが初登場した新生 X メンの活躍を描く超名作ですね。当然今回のバンシーもメンバーの一人。交換用手首パーツは造形の違う持ち手が左右分と、
開き手、これ右のみなんですね。左も欲しかったですね。では最後に大鳥、秋広こと打剣いきましょう。いやー、めっちゃかっこいいですね。この打剣秋広というキャラクターなんですけど、ざっくり言いますと、昔ウルヴァリンが日本に滞在中、イツという女性と結婚したんですが、ウルヴァリンがいない時、そのイツが殺されてしまう。死んだイツ、実はウルヴァリンの子供を身ごもっていまして、それがこの打剣。父親譲りのフィーリングファクター能力で胎児ながら生き延びた打剣は、とある家庭に養子として預けられる。そこで秋広と名付けられるんですが、周りの人々からは打剣、ダダをこねるダに犬と書いて打剣。幾分差別的な意味合いもはらんでいるとも考えられる名前で呼ばれる。そこからなんやかんやで、とあるヴィランが打剣を引き取って、お前の母親を殺したのはウルヴァリンだと嘘を吹き込むんですね。そんな打剣はウルヴァリンに復讐を誓う。その誤解も後ほど解けて、そのヴィランを倒すためにウルヴァリンと共闘するのです。2000年初頭に登場した打剣。近年ではヘルバリンになったりして活躍しているんですが、先に付属品のミニコミックを見てみると、ダークアベンジャーズとありますね。こちらヴィランで結成された偽物ヒーローチーム、ダークアベンジャーズアッセンブル。個人的にも打剣といえば、このダークアベンジャーズの印象が深いですね。全体、お父さんのウルヴァリンと並べてみよう。適当に持ってきたんですが、こちらは旧素体のウルヴァリンで、こちらは近年の素体。これは97アニメイテッドのやつですね。小柄なウルヴァリンに対し打剣は結構身長がある。しかし筋肉量で言えばお父さんのが上。それに比べ打剣はしなやかな体つき。この辺原作通りですね。素体の変更で体格合わせてくれるのはさすがだし嬉しいですね。印象的な左腕のタトゥー、これ内側までもしっかりとプリント。そしてこれまた印象的な爪。父親のウルヴァリン同様、ナックルから爪を突出させて武器とする。しかしその爪を出す箇所が父親のそれとは違い、爪が3本なのは一緒なんですが、打剣の場合、ナックル部から2本、そして手のひらから1本突き出す。そしてこの爪、マーベル界では有名な武器、ムラマサブレードの破片でコーティングされている。ちなみにそのムラマサブレードというのは、ウルヴァリンが日本滞在中、ムラマサという鍛冶屋とともに誕生した一振り、フィーリングファクターをほぼ無効化するという下にも恐ろしき技物。まあそれも結局むしり取られるんですがね。頭部を見てみましょう。にやついた口元がいいですね。武将髭が薄くプリント。眉間にシワが造形されていて、めちゃくちゃいい出来ですね。普通にウルヴァリンの頭部としても使えそうですね。そしてこの素顔ヘッドよ。食いしばっているようで、食いしばり顔とも口角が上がったニヤリ顔とも取れるめちゃくちゃいい表情。アクションさせても遊びがい十二分。素晴らしいデジタルプリント精度。髪型のモヒカンもしっかりと再現してありますね。この打剣ね、一見その言動から武骨でそやに見えるんですが、その実教養深くスマートなんですよね。いやー、かっこいい、かっこいい。素晴らしすぎる。可動範囲いきましょう。アンマスク状態でいきますね。頭部、上はここまでいけて、うつむきここまでいけて、ぐるりと一周できて、傾きが少しだけ取れますね。肩はバタフライ機構があって、これぐらいの可動域で、横へはここまでいけて、ぐるりと一周回って、二の腕バイセップスあって、肘が二重でここまでで、手首はこのような可動ですね。胴体の方、接続箇所は胸と腰ですね。後ろへはこうで、前はここまでで、このベルトが別パーツでちょっと干渉するのでどけて、腰ぐるりと一周回れて、股関節に引き出し機構はなしで、前はここまで、後ろへはここまでで、また割りできて、ももロール、膝が二重でここまでで、ブーツでの可動はこれなさそうですね。足首、後ろへはこうで、前はこうで、傾き取れて、つま先可動はなし。
最後に交換用手首パーツはコミックを持つ手が左手のみと、爪が2本だけ生やした手首、これは右手のみですね。サイズ比較、フィギュア2仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、では終わります。いや、楽しかったですね。本当に買ってよかった。今回どれも大当たり。特にこのダケンとアルティメットアイアンマン、そしてアダム・ウォーロック。今年の年末ランキング上位に来るぜ、こいつら間違いなく。まだ上半期なんでね、これから下半期どんなマーベルレジェンドが登場するのでしょうか。いやー、フィギュアって本当にいいものですね。このランキングを見たあなたのハートには何が残りましたか？それではバイビー、バイビー、アバイビー。